出来川です。はい、今回はですね、ようやく緊急小口資金の貸付に手を出す気になったので、せっかくなんでね、何でもコンテンツになりそうなものは出していこうってことで録画していきたいと思います。コロナのおかげでね、もともとこれ社会福祉協議会、各都道府県とかにあるやつが貸し付けてる、なんかお金に困った人というか事業とかやっててね、それの人用の貸し付けを、コロナの特例措置ってことで、特例法なのかなんか設定して、適用を広げ、金額も20万円までにして、借りられるっていうようなことになったんですね。で、基本は借りてから1年か12ヶ月の最大まで、返還しなくってもよくって、で無利子と。でその後、24ヶ月だから最大3年後だな、3年後までに全額返す。で、その3年後までも無利子でいけると、12ヶ月後から返済が始まって、36ヶ月後までに返済を終えましょうっていうような貸し付けなんですけれども、実は前々から知ってたんですけど、住民税非課税世帯の人は、償還が開始した時かなんかに住民税非課税世帯の人は、つまり簡単に言うと年収というか、年収かな、給与とかで言えば、ちょっと厳密にね、ごめんなさい、税理士の方々ちゃんとごめんなさいね、適当にしか言わないんですけど、100万より切って96万かぐらいしか年収所得じゃなくてね、収入というかがない人は、翌年度の住民税が非課税になるんですけれども、そういう人だったら返済を免除されるよと。完全に丸ごとね、20万円借りたんだけど、形式上借りてんだけど、実質的にはこれ給付金だよっていうようなレベル感で返さなくてよくなるっていうのがあったんですけど、でもなんかその辺詳しく調べてなくてさ、めんどくさいもんだからやってなかった。で時々やっぱり申請しようかな、申請しまいかなっていうので見てると、だんだん申請の締め切りが伸びていくんで、コロナが伸びたおかげでね、今年の3月まで伸びるっつう話を去年の10月か11月かなんかに見たから、まだいいやっつって思って行ったところなんですけれども、今回ね、引っ越したりしたことにあたって、やっぱりちょっとお金がね厳しくなったりしたっていうのもあるし、もともと厳しかったんだけど、入り用がね増えたんでね、緊急小口資金手出したいなとか、ちょっと落ち着いてきたからこそ逆に FX やりたいなっていうね、FX 突っ込む気満々なんですけど、そんな感じで緊急小口資金のやつをホームページパラパラ見てたらですね、今までよく読んでなかったからいけないんですけど、はい、これもうダメだな、パソコンの画面とか光っちゃうな。こうすりゃいけるな。厚生労働省のページですね。厚生労働省、はい、緊急小口資金総合支援、総合支援資金制度つってね、総合支援の方は1回こっきりじゃなくって、何回か1年分ぐらい借りられるのかね。3ヶ月って書いてあるな、これっていう話らしいんですけど、そっちまで借りる気はないですと。でそのページの下の方にちょっと細かい説明があって、今回の特例措置では2つの資金とも償還時においてなお所得の減少が、続く住民は続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取り扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。具体的な取り扱いについては次の通り、資金種類ごとに一括して償還免除を行います。でこの辺、上が緊急小口資金ですね。令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税米印である場合
で米印についてただし、いいのか、米印についてじゃねえや、ただし令和4年4月以降の申請分、要するに来月以降ですね、今月まで OK なんですけど、4月以降の申請分については令和5年度の住民税非課税である場合と。つまりだから令和5年度の住民税ってのは、令和4年度今年の1月1日からの、収入によって決まるわけでして、出来川さんでもしかしたらちょっと今年収入がそこそこできちゃうかもしれなくって、まあ個人事業主であるから経費でいろいろね削っていくつもりではあるんだけど、住民税非課税までちょっと落とせるかどうか曖昧で、4月に入ってしまうと、住民税がかかる人間になってしまう可能性があって、故に、償還をしなければいけなくなる、償還免除がいただけなくなるかもしれないということが、ようやくね分かりましたんで、申請しようかなと思って書類書いてまいりました。でまあこれねもう一回後でも言いたいけど、要するに今回住民税非課税世帯の10万円の給付あったじゃないね、あれこの間動画上げてたけど、あそこに引っかかるような無職とかそういう人間はこれも20万円何らか知らんけど理屈こねて借りれば返さんで済む、要するに20万円の追加の給付金になるってことですよ、言うて。ゆえにやろうぜみんなっていうことですね。ちょっとめんどくさいです、10万円の給付に比べたらちょっとめんどくさいし、なんか理由とか書かなきゃいけなかったりするし、まあ必要なのは4枚の書類です。はい、1個目、まあ貸付の申込書っす。で何らか知らんけど暴力団じゃないとか生活保護受けてないとか自己破産やってねえとか、なんかそういうことを申請するっていう話ですね。であと、振込先の銀行口座とか借り入れる理由をチェックする欄が下の方にあったりしますと。まあこれは別になんか適当にやっちゃえばなんとかなんじゃないです。で2枚目、ほい、借用書。まあ要するに借りる金額書くだけみたいな感じなんです。これさっきの1枚目の借り入れ申込書とほぼ同じことをちょっと写すだけでも、なんか借り入れ申込書とは別でちゃんとこの紙が必要と。はい、3枚目、重要事項の説明書。まあなんか細かい話ですね。まあ何でもこういうね重要事項説明書ってつくわけなんですけど、最後にサインが必要で、まあなんだ細かい話は利子の話とか個人情報がどっか行っちゃうよとか、返さないと督促が来るかもねとか、裁判所はどこだよとか、そんなような話で、正直込み入ったことはないです。あと最後の方に借り入れ期間中の遵守事項っていうので、住所とか変えたらちゃんと連絡せよと、名前とか書いたらとかね。出来川さんねちょくちょく住所変えるんで、これはちょっと忘れずにやっておきたいなと、気をつけとかなきゃいけないなと思っておりますと。で最後ちょっと面倒くさいのが4枚目、収入の減少状況に関する申し立て書。まあなんかね適当に書いても通るような感じではあるっぽいではありますけれども、まあいずれにせよ新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減りましたというようなことを書かなきゃいけないと。でかといって別にそれについての証拠もないので、まあでもあんまり嘘書いたらいかんと思うけど、まあ新型コロナウイルスの影響によってそうだなんかね記入例とかあったね。記入例これは全部ウェブに載ってるんですけど、一応全部ね印刷したんですけど、これ記入例おい読めますかね。はい、一応読みますと、新型コロナの影響により来客数が減少した、勤務時間が短縮、業務先の業績が悪化した、アルバイトのシフト減となったみたいなことを書くっていうような形ですね。ですと。まああんまり大したことないっちゃ大したことないんだけど、なんかねまあ俺別にコロナのせいで収入減したわけじゃないしとかいうのもあるし、一応デリヘルがねコロナのおかげで辞めさせられたっていう設定にしてみたんですけど、
それ結構前の話だし、それを今更になって申請してよろしいのかしらなどなどいろいろ細かいことが気になるんですが、やってみます。ワンチャン別にこれもらえなくってもそんなもんだねってしか思わないんで、20万円ぐらいもらえるかもらえないから人生変わりませんのでね、はい、どうせ FX に突っ込むだけしか考えてないんです。はい、というところでさっきの4枚の書類を書きますと。プラスですね、はい、住民票、最近取った中野の住民票ですね。これはあんまりねちょっと見せないで、あとは見えないようにしますけど、クレジットカードというか、クレジットカードじゃねえや、キャッシュカードねのコピー、要するに振込先が分かるもの、通帳でも OK と、免許証ですね。免許証見えるかな、免許証のコピー、はい、これもいちいち隠すのめんどくさいんで見せない形にします。動画編集するのはクソめんどくさいから最近付箋でやるっていう手法でやっておるんですけれども、付箋を貼るのもねめんどくさいんでこんな感じになりました。ちなみに今ただいまの時刻、5時です。朝だよ、朝。仕事終わってね帰ってきてこの時間っていう感じのところなので、ちょっとねひろゆき見たく酒飲みながらの動画となりますが、ひろゆきもね多分あれね勝手に思っとんだけど、なんかね割とねコミュ障気味だもんだから酒飲まないと喋れないんじゃないっていうふうに思いますね。井川さんもやっぱなんか酒飲んどらんとね喋りにくいとかいうのもありまして、はい、ゴリゴリに酒飲んでタバコを吸ってやっていきたいなとは思っておりますと。そんなことはいいんで、途中で話しましたけど、この動画を作ってる主題は、俺がこれアップする時にはもう遅いんだけどって、多分ねちょっと4月以降じゃないとアップできないから、もういろいろね貯めてんだけどさ、時間なくて、やる気もあんまりないのもあるんだけど、弱いやる気しかないからちょっと字幕とかつけてられなくてアップが1ヶ月後になっちゃうかもしれないんですけど、ポイントはとにかく住民税非課税世帯の10万円もらえるような無職とかなんか知らんけれども、とにかく収入のない人はやんなよっつって、ちょっとめんどくさいけどそれでねだいぶ気分楽になると思いますんで、20万円あるとね本当お金のない人にとってはね天と地の差のお金になりますんで、ある時にはねじゃんじゃが使っちゃいますけど、ぜひ申請しましょう。はい、くれるっておっしゃってくださっておりますんで、はい、いちいちね別にこの間の給付金みたいにね封筒とか来ませんけど、各家庭に自分でやりましょう。そのぐらい自分でやりましょう。はい、というところでおしまいとします。ではまた次何やるかな、なんか忘れた。いいや、こんな感じでじゃんねー。はい、申請して23日ですかね、あれ申請したんですけど、その2日後ぐらいに突然、これ午前中かな、昼前ぐらいかな、電話かかってきて、不在着信で、しかもね携帯の電話番号なんですよ。これ表示しないようにしてるけど、でどこかと思って話を聞いてみたら、申請を出した中野区社会福祉協議会さんだったんですね。女性の声で割と若い、なんか40代までいかないぐらいかなっていう感じで、結構テキパキしてる人でよかったんですけど、審査のね前に一応なんか確認事項っていうことで、中野区の社会福祉協議会から電話かかってくるんですよ。この後さらにね、東京都の社会福祉協議会に送られるらしいんだけれども、その前になんか年収がどうして、亡くなったかとか、その書いたこと、なぜ、貧困してるか、なぜ緊急小口資金が必要かみたいな書いたやつあったじゃないですか。あれについてね、事細かにっていうほどじゃないけれども事実確認に近い感じかな、プラスちょっと書いてないことまで聞く感じでかかってくるんです。
ぼーっとしとるとね、携帯電話の、電話番号なんで出なかったりとか、折り返さなかっちゃったりするかもしれないんですけれども、皆さん忘れずにきちんと折り返しなり対応してください。じゃないとね、多分緊急小口資金もらえなくなっちゃいますので。では、はい、そういうことで、あれからね、1週間、2週間近く経ちましたね。3月23日に、申請して出して、25日に中野区福祉協議会から社会福祉協議会から電話かかってきて、でそこから、東京都の社会福祉協議会に、送られたわけなんですけれども、申請書が、借用書とかね。はい、ちょっとね、なんか1週間、7営業日で、7営業日 ?5 営業日かな、最短振り込まれるとか聞いてたもんで、緊急小口資金ちょっとね焦ったんですけど、もしかしてワンチャン審査落ちちゃったかもとか、だけどちゃんと通りました。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございますということで、これ20万ね、ファッキンエクスチェンジに使うかもしれないんですけれども、ちょっとしばらくある程度はちゃんと必要な経費というか、道具というか、ちょっと今ね仕事がやってんで、そっちに使っていきたいなと思っております。無事こんな感じで入りましたと。全然ね書類も何も来ないし、返済ってどうやって始まんのとか何にもね通知もないんですけれども、とにかくお金がポロッと振り込まれます。で住民税非課税世帯に当たるはずなので、返済義務なくいけるんじゃなかろうかと思っております。それはね分かるのはまた1年後2年後っていうような感じになると思いますけど、いつか続報できればと思っております。それではまた。